皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。今回の戦型はですね、私の居飛車に対して相手の方が角交換型の振り飛車で、対戦となりました。この角交換型振り飛車はですね、もうこのチャンネルでもですね、もう私は何回相手にしたか、すでにもう5局目ぐらいになるんではないかなと思うんです。一番多くね、おそらく指している戦型だと思うんですよね。で、この角交換型振り飛車はですね、プロ棋戦でも非常に多く指されていまして、おそらくね、アマチュアの方の間でもね、人気のある作戦の一つなのではないかなと思っております。今回はですね、その角交換型振り飛車に対しまして、今までと一風変わった対策で、対応してみました。こちらの方ね、これから解説ゆっくりしていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の解説の方を始めていきたいと思います。本局私の先手番で、7六歩、3四歩、2六と私は居飛車ですね。で、相手の方4二飛車と、一手損、すいません、角交換型振り飛車のスタートですね。はい。これはね、今までもね、動画でも説明してきたんですけれども、振り飛車というのは角道を止めてね、角の頭を角で受けるっていうのが、オーソドックスというかね、以前からある振り飛車なんですが、この一手損、すいません、角交換型、すいません、繰り返しになっちゃいますね。角交換型振り飛車というのは、角の頭を攻められた時に狙われてる角をね、もう交換しちゃおうってことですね、シンプルにね。交換してしまって、さばいていけば、これ例えばね、2四歩同歩同飛車という、これ仮想図ですけどね、来ても、持ってる角でね、3五角と反撃ができると。これ一例ですけれども、どうしても負担になりがちな振り飛車の角を、交換することでね、さばいてしまうって指すという指し方ですね。はい。4二飛車と。で、私は4八銀、6二玉、6八玉とね、今言ったようにね、2筋をついていっても角に、逃げられるというかね、角交換して指されてしまうので、一旦保留して、駒組みを進めました。で、8八角成と。で、同銀。そして2二銀となりました。で、7八金。で、ここからがね、本局私はちょっとすみません、工夫をね、するところですね。今までがね、過去の動画ですとね、7八玉と寄って、銀冠にしてですね、こちら側で厚みを作って、振り飛車側を圧迫するというね、指し方をおそらく今までね、お届けしてきたと思うんですけれども、本局はですね、ちょっとこの形もね、すごくかなり私も指してきましたので、新しい対策ということでね、7八金とかとちょっとね、違う形を目指していきました。で、7二玉に4六歩と。今回の作戦のミソとしましては、王様をね、6八のまま、深く囲わないということが一つね、ポイントとして挙げられます。その理由はね、この後の指し手のね、進行で、ご説明できればなと思っております。で、4六歩。で、4六歩に8二玉。後手の方はね、基本的にはこう角を変えた後は美濃囲いに組むという。場合によっては穴熊というパターンもあるんですけどね、美濃囲いに組むのが、角交換型振り飛車のね、常套手段と言えるでしょう。で、8二玉に4七銀。で、7二銀と上がりまして、ここで9六歩、9四歩ですね。はい。で、2五歩とつきました。7七銀と上がったりね、8六歩、8七銀っていうのは、繰り返しなんですけど、あるところですけど、2五歩とつきまして、3三銀と2四歩を防いできましたね。はい。そして3六歩。で、2二飛車とね、これも、角交換型振り飛車のね、狙い筋の一つで、状況、先手のね、対応次第では、2四歩、同歩、同銀というね、棒銀の形で飛車先を逆襲する手、あるいは、飛車で守ったことでこの銀が動けるので4四銀と上に出まして、3五歩、同歩、同銀と、こうね、さばいてくる手。大きく2つの狙いをね、秘めております。で、2二飛車に対して、私は3七桂と取りました。この3七桂はね、今言った2つの狙いをどちらもね、どちらかというと、牽制しておりますね。2四歩とついてくる手に対しても同歩同銀で、もうすでに桂馬が備えてますからね、これ以上銀が進軍できないので、皆さんもお分かりいただけると思うんですよね。桂馬が備えてる形ですのでね。で、もう一つの狙いである、4四銀という手には、4五歩とね、追う狙いが一応私の方としてはあります。ですので、2四歩と4四銀どちらもね、指しにくく指しているということですね。で、5二金と入った方は美濃囲いを完成させました。で、7七銀、6四歩と。
機を見てね、4四銀や、2四歩をね、狙ってるような形で、とりあえずこう美濃囲いをね、発展させていこうという、後手番のね、方の狙いですね。はい。でね、ここも自然に指すんであれば、自然というかね、第一から7九玉と引いて、王様を入っていく手で、これも一局の将棋なんですが、本局は2九飛車ときました。そして、6三金と高みの完成させた手に対して、7五歩と、この位を取ります。この手はですね、7四歩7三桂となるとね、後手の形、振り飛車の形が非常に良くなるので、7五歩とね、位を取ることで、進展性をね、相手の後手のね、形の進展性を削っているという意味があります。はい。で、5四歩。で、4八金と、まっすぐ上がってね、これ王様が6八なままなのが、すごくね、違和感というかね、8八にいればすごい自然なんですが、こちらにいるのが、大きな繰り返しなんですけど、ポイントなんですね。はい。で、5五歩と、位を取ってきました。7五歩とね、突っ張られてるのでね、7四歩と同金という考え方も一つあるんですけど、これね、中央がね、薄くなるんですよね。これをやるんであれば5四歩を突かないわ、いずれについてあると角を打つ傷があるのでね、これはあるんですけどね、これですと、例えばですね、これは一例ですけどね、2四五桂と飛んで、4四銀に、これ一例です。2四歩同歩、2三歩と、ここで一歩持つとこういう手があります。で、飛車がね、横に逃げると2二角や2四飛車がありますし、同飛車ですと3二角と打てば、ね、綺麗に技がかかる格好ですね。ですので、7五歩と位取ってね、7四歩と突かれるとどうするんだろうとね、思われる方いると思うんですけど、一歩手に入ることで、居飛車側のね、仕掛ける、可能性が出てくるわけですね。角1枚ですとなかなか難しいんですが、ここで一歩手に入れば、今言ったようなね、4五桂からの攻めがあるということで、実際はこう5四歩から5五歩とね、居飛車側も、7四歩を自重してね、逆にこう自分の方も5筋を位取るというね、主張をね、通してくる、指し方ですね。はい。で、6六銀と、私はこの歩を狙っていきました。4四銀と上がりましたらね、4五歩と突けば、この歩がね、取れます。ですので、5四金とね、これ力強い指し回しでしたね。この銀河とね、金ってこうちょっと重複した対局編の時もね言ったんですけど、こう2枚かぶっちゃった形になってるんでね、あんまりいい形とは言えないですね。理想はだからこういう形で守れるのが一番良かったですけどね。これはちょっと難しいということで、こう金が上がって受けたんですけどね、ちょっと2枚いってしまったのがどうかということです。で、1六歩と突きました。私もね、金でも追われてしまったらなかなか前に行けないんでね。で、1四歩。で、8六歩と。こう6五歩と追うのはね、振り飛車側の権利なんですけどね、これは下がっておいて、むしろちょっとこう伸びすぎて、ね、角のラインとかちらついてくるところがあるんでね、相手の方はこうすぐつかずにね、6三銀と上がってね、さらなる陣形のね、構築を目指しました。で、8五歩。見てください、このね、7五歩、8五歩というこの 2つの位。これでね、少しずつ私の狙いがね、どうですかね、うっすら見えてきた感じですかね。王様がここにいるとね、玉頭がこう逆に薄いんですけど、ここにいることで、あとね、飛車が2九にでね、こうちょっとちらついてきましたね、これ狙いがね。はい。で、3、7二金と上がったんですが、5八玉とね、むしろこっち側に寄りまして、なんかね、居飛車なんですけど、ちょっと右玉とのね、間みたいな指し方ですね。はい。で、すいません、5八玉に4二銀とね、これね、振り飛車が本当動くて難しいんですよね。もう陣形活性してるんでね、何か動きたいんですが、2四歩とついてもね、これ先ほどもあった手なんですけど、同歩同銀に2三歩という反撃がありましてね、同飛車には3二角という手があるので、なかなかこう、振り飛車がね、動く手が難しいんですね。で、先手はその間にこう、じりじりとね、形を進めてるわけですね。で、実際4二銀と。これも振り飛車らしい手ですね。どうせ2四歩といけないんであれば、こちら側、先ほど言ったようにね、この金と銀がこう重複してる感じだったので、内火の方にね、近づけようという発想です。そして、7七桂と飛びまして、5三銀に、ここでついにね、私の狙いの手がね、出ました。ここまでじっくりね、駒組みを進めてきて、8九飛車と。この手がね、私の方のね、ずっとこの本局ね、スタートしてからのね、狙いの手になります。王様をね、入ってしまうと当然ながらできないんですけど、王様6八のままに組んどいてね、で5八玉とちょっと微調整して、飛車をね、もう一気にこう玉頭の方にここにね、ロマンありますよね、この指し方ロマンありますね。で、本陣をね、直接プレッシャーかけれるというのもポイントですね。はい。で、8九飛車に対して、7四歩と相手の方ついてきました。
で8四歩、この7四歩はですね、同歩なら同銀と取って、この7六歩という手が一応ね、先手としては傷になってるんで、そこ気をつけないといけないところですね。実戦は7四歩に8四歩とつきまして、同歩、同飛車、8三歩と。ここで、8六飛車と引きました。はい。で、7五歩と取ったんですね。はい。で、この7五歩では、飛車がここに行ってしまうとね、こういう手があるんじゃないかなと。2八角打たれたらどうするのかなと思われる方いると思うんですけど、これにはすかさず8九飛車と引く手が、時間差でいい手になりまして、この角は網にかかった魚みたいな感じですね。こう打ってきた時にスッと引いて、ね、これ次2九飛車と回ると、角は取れるんですが、ね、孤立無援な角なのでね、援軍が送れないということで、はい、これ地下鉄飛車ならではの、活用ですね。で、実際7五歩と取ったんですが、9五歩とねついて、ここは難しいですね。同銀と取る手もあったと思います。同銀と取って7四歩なら銀を引いておくような指し方もねあったと思うんですが、もう私の方もね陣形が完全一番のね最高形、一番のね最善形ですのでね、どんどん攻めていく手を選びました。9五歩とね。で同歩に8四歩と打ちまして、はい。で同歩に7五銀とね、勢いをつけてねいったわけですね。この8四歩同歩というつけとくのが結構、攻めのテクニックでして、7四歩と打ってくった時にこう8四銀とねこう前向きにかわせるようにしてるわけですね。この形ですとね出ていけないですね。でここで出た後に8四歩ですとね、同歩と取ってくれたら同じなんですが、銀を取られてしまって8三歩成同金でね、これ失敗になってしまいますね。銀損ですので。これ攻め方の基本的なテクニックなんですが、出る前にね8四歩同歩と入れておくことで7五銀と出れば、この8四にねスルッとね出ていけるよということですね。はい。で相手の方もねこの手筋に対して7六歩というね手筋で対応してきましたね。これは7四歩と打ってるのね普通なんですが、ここで先手側に2つ狙いがありまして、1つには8四銀と出て8三歩に、9五銀という棒銀の形にする手もありますし、もう一つね有力な手がこの7四歩に対して8三歩と、これもね攻めのテクニックですね。出ていくと歩を打たれてしまうので、敵の打ちたいところに打てという王手ですね。王手ですので銀が取れません。で王様もし逃げればね堂々と銀が出れば大威張りですね。8四の銀が。で同玉ですとね8四飛車と出ると、攻めがこれ炸裂していると。最善は同金でしょうけれどもね、同金ですと8四銀と出れば、先ほどまでね引きざるを得なかった銀が守りの金と交換になるという仕組みですね。はい。このね8四歩の突き捨てと8三歩と打つね組み合わせ、ぜひね覚えていただけるとねなんですかね、スマートに駒をさばくことができます。で相手の方もね上級者の、強い方だったんでね7六歩というの手筋の受けでして、怖いようですけどね、これで一回一時のねピンチをしのごうということですね。これ8四銀ですと8三歩ですし、ここでね、もちろん8三歩という手筋もあるんですけれども、この場合同金と取って金銀交換になった後に桂馬がね取り返せるよという仕組みですね。はい。なので私の方は7六歩に同飛車と対応しました。こうね飛車が照準からずれたことでね若干ね玉頭が少し安全になったんですが、飛車が7六に来たことによって7四歩と追う手がね、指しづらくなりましたね。同銀と手順に来られてしまうのでね。ですのでここで相手の方は2八角と反撃に来ました。この2手を見るだけでもね相手の方がねとても強い方だなっていうのはお分かりいただけると思うんですよね。理由としましては、飛車がここにいますとね角打ちには8九飛車で角が捕まっちゃうという変化をねしっかりこうなんていうんですかね分かった上で、7六歩という犠打をね打って飛車を寄らして8九飛車という形がなくなったことを確認してから、2八角と反撃しているので、非常に読みの入ったね手順であることは間違いありませんね。はい。ただしですねやはりこの香車はもう助からないんですが、玉頭の方にね私の駒がいってる状態なので、果たして香を取る手で間に合ってくるかどうかというのがね大きなポイントになります。でですねここで4一角と打ちました。
この手もねなかなかこう香取られそうで焦りそうな時に何取りでもない角を打つのはねちょっと怖いかなとは思うんですけど、この形もぜひ覚えてほしいですね。現状この7五銀7六飛車というのは比較的この形を決めると安定しています。理由としては7四歩取ってきたら同銀と取ればいいからです。で安定している形のところを自分から動くっていうのはちょっと損なんですね。要するにこの形後傾なので、例えば8四銀と出て8三歩に例えば7三歩とかこういう攻めって考えられるんですが、こういう攻めを繰り出すと要するに自分の方も現状これで安定しているところに出ていくことで、例えば同桂同銀成同金8五桂とかね、厳しい攻めなんですけれども、こういうのも有力なんですが、こうやることでちょっとやっぱり攻めがねバタバタになってくる、アップアップの攻めになってくる意味もあるんですね。でもちろんこれも有力です。この手が悪いというわけではないんですが、本局私がやった4一角というこの手はですね、この形が安定しているので力を貯めてるわけですね。でこの形が安定してない時にこういう手をやるのはあまり良くないですね。例えばこういうところに銀がいて角を打ったらこう割れちゃうと。割れちゃうとこの角がこう効果が薄れちゃうんで、次に追われるような手がある時はもうどんどん攻めていかないと局面がね落ち着いちゃう可能性があるんでね、こう追われない形の時は角を打つことで力をね貯めることができるということですね。で角を打っとくと。でこの角をねいじめてくるとエンジンを吹かして切ってしまうということですね。はい。で実戦は4一角に対して、6二銀とね引いて受けてきました。飛車を回るとね角をブチッと切られて同銀に8四銀と出られてね、これで一気に攻めがね続いてくる形になってきます。ですので6二銀はね、非常に力のある手ですよね。角を打ってきたので引いてねここ補強したんですが、それに対して8五歩とねさらにここは様々な攻め方があると思うんですけど力を貯めました。同歩でしたらね同桂や8四歩とね打って垂らしとく手が厳しくなります。実際はね1九角成と香車を取ったんですが、8四歩とね取って、これでね、先手優勢が少しずつ、見えてきましたね。というのもこれ香車を取ったんですが打つ場所がね難しいですね、後手番はね。そして、この玉取り抱えた傷がですね解消するのが非常に難しくなってきております。これね次に、7四銀や8五桂やあるんですけれども、受け方が非常に難しいと。実戦はねこれ7三歩と、丁寧にこう下に受けて、これも受けの形なんですが構わずね7四歩と合わせてこられまして、こうやっぱり玉の上っていうのはこう歩がペタペタってこうね、例えば先手陣のように並んでるといいんですけれども、こう逆にねこう先手の歩が並んできてしまうと非常に受けにくいですね。で打ち込む駒が現状ないんですが、いつでも角を切れるということで、これは先手のね、香車は取られているんですけど先手がね、優勢な局面ですね。で7四歩と打たれた手に対して、同歩と取った他の手は難しいんですよね。これね力をやっぱり貯められてしまっているので、次さらにね8五桂と貯める手もあるので、7四歩と取ったんですが、同銀と自然に進軍しまして、同銀ですとね同角成となって、この手がね8三銀を狙う絶品のね位置になるわけですね。で、実戦はね7三歩と打ったんですが、8三歩成とね破ったところで、相手の方の投了と、なりました。これはね一言で言うと投了は若干早めな投了ではもちろんあります。ただですね今歩を成られたところで、対応が玉を引くとね金を取られてボロボロになってしまいますし、同金と取ると同銀成ではなくてこちらをね6三銀ならずと取っていく手がありまして、これもね同銀同角成となると、後手の主張は、ここで取った強得だったわけですね。それが今こう銀2枚取られてしまうと逆に先手の駒得になってしまって、玉の安定度も繰り返しなんですが先手の方が良くて、駒の働きも先手の方がいいということで、8三歩成となられた局面でですね王様が詰むという状況ではないんですが、どのように対応しても、駒損になり受け一本になってしまうということで投了になりました。少しね早い投了なんですけれども、今言った理由からね投了はやむを得ないところだと思います。いかがだったでしょうか。今回はですね地下鉄飛車ですね。
ちょっとまあ地下鉄飛車っていうと、まあ、ロマンをね、僕はなんとなくロマンを感じるんですけどね、飛車をビューンとね、1段目から一気に相手の玉側にね回って、まあ、ポイントを稼いでいくと。まあ、本球に関していきますとね、まあ、結果的にすごくうまくいったんでね、まあ、こういった、まあ、狙い筋などをね皆さんに参考にして、もしよければね、ご自身のね実践でねお試しいただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。